皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、前回の動画からちょっと約1ヶ月ぐらい空いてしまいましたね。なかなか新年から旧正月にかけてね、ちょっと、シンガポールで忙しいのでなかなかね動画作れなかったんですが、ようやく投稿できました。で今回はですね、前回も少しお伝えしてたんですが、関西空港からシンガポールまで香港経由でねキャセイパシフィックを利用してますので、そちらのビジネスクラスの模様をご案内したいと思いますが、チェックインはですね、スムースと言ったらスムースでしたけど、ちょっと分かりにくかったですね。ビジネスクラスのチェックインの場所が分かりにくくて、キャセイが D なんですけど、ビジネスクラスはその裏の E だったんですね。ちょっと分かりにくかったなと思いますが、なんとも別に大したこともなく、チェックインは済ませて、今ラウンジに向かっております。で、キャセイパシフィックの使用ラウンジはアスカラウンジというところになりますね。私入ったことなかったですね。利用したことはありませんでしたが、初めて利用させていただきますけどもね。そうですね、何社か航空会社入ってるみたいなんですけど、率直な感想としてはですね、そんなにお酒も料理も種類があるわけでもなく、こんな感じですね。ちょいちょい取ってきたって感じですけども、お酒の種類はね、ある程度は揃ってたとは思いますけど、フードがねあんまりなかったなというイメージでした。で結構ね人も多かったですね。でスペース的にねあんまり広くなかったので、ちょっとガチャガチャしてたなっていう印象はありましたけれども、で早速ね、登場していきたいと思います。登場するのはですね、CX507 便ですね。夕方夜発ですね。夜じゃないな、夕方発ですねの、フライトになりますけどもね、こちらビジネスクラスの、ブリッジを通っていきたいと思いますけども、どちらかというとね、今からご覧いただきますけども、座席としては古めですね。ビジネスといえど232だったと思います。232のコンフィグレーションで、私は通路側をね取りましたけども、ご覧のようにね、懐かしいっちゃ懐かしいビジネスクラスっていう感じですかね。4時間半ぐらいのフライトなのでね、こんな感じなのかなとは思いますけどね。見ての通りね、モニターもちょっと小さめということもねありますけどもね、フルフラットになるっていう感じではないんですね。ライフラットみたいな感じの座席ですけども、メニュー、映してますけど、一応そうですね、牛の赤ワイン煮込みかなっていう感じでしたかね、選ぶとすれば。行きというかシンガポールから、福岡に行くフライトはね、牛肉食べてなかったので、ちょっと牛肉食べてみようかなっていう感じでオーダーさせていただきましたけども、食前酒のシャンパンというかウェルカムドリンクですね。ウェルカムドリンクはいつも通りシャンパンを選びましたけどね。この登場がですね、もう結構年末だったんですね。2024年の12月下旬だったかなの登場だったので、ちょっと投稿までね間隔が空いちゃいましたけど、この接続、関空夕方に出て、シンガポールに着くのがですね、実は朝5時過ぎっていうフライトなんですけど、この時間帯夕方出て朝着っていうのが意外にお得ですね。ビジネスクラスの、チケットで、検索した時に意外にこのフライトはお得だったなというのはありましたね。他ね、もちろん、
夕方じゃなくて昼出て夜中着とか、まあいろいろね、韓国経由だ中国経由だとか、まあいろいろありますね。マレーシア経由とかもあるんですけど、このキャセイはね、今少しずつ値上がりしているビジネスの中ではなかなか、お得だったので今回ねちょっと利用させてもらってるんですが、でこれが、機内食は和食というか和食を選んだというか、まあこれ普通に出てきちゃうっていう感じですね。はい。まあ茶そばにサラダにアピタイザーっていう感じですけど、でまあ素直な YouTuber として言わせていただくと、機内食にうなぎってよくまあたまに出してる会社あるんですけど、やっぱねうなぎは冷たいともうガムっていうかもうゴムみたいでしたね。僕は実はトラウマがあって、かなり前にアシアナ航空でね冷たいうなぎを食べてなんじゃこりゃって思ったことがあるんですけど、まあ、やっぱうなぎはあったかくないとダメだなっていつも思います。はい。でまあタコの煮付けとか、ね、普通に食べれましたけどね。はい、でこれがメインの赤ワイン煮込みですね。牛肉の赤ワイン煮込みとマッシュポテトでございます。まあこれはねやっぱり安定してますよね。まあ大体どの航空会社さんでも結構見受けられますけども、赤ワイン煮込みですね。これは結構安定した美味しさでしたね。はい。まあ僕はこんな感じの料理だと一番印象に残ってるのは実はベトナム航空の牛ほほ肉の赤ワイン煮込みなんですけど、それが結構美味しかったのでベトナム航空の機内食もう投稿したのに 4,5 年前ですけど、それの思い出があって、まあちょっと頼むものがないというか、なんかね魚料理もちょっとなとか、まあ、中華って気分じゃないなみたいな時は、まあ、やっぱこれ選ぶと無難に美味しく食べられるなというふうに思いますね。はい。でまあとりあえずそのねなんかこう投稿するのでチーズ盛り合わせも頼んじゃおうということで、あんまりお腹空いてるわけじゃないんですけどちょっと頼んでみました。これはゆっくり食べました。はい。カマンベールチーズに、ゴルゴンゾーラですね。はい。まあチーズはねやっぱりまあワインに合うし、まあ、クラッカーにも合うしという感じで、ゆっくり楽しめました。で、カチコチのハーゲンダッツ登場ということで、まあゆっくりね食べてる間にもうね結構4時間半って早いですからね。機内も真っ暗になってちょいちょい眠くなりつつ、もう間もなく到着ですよという機内アナウンスでございますが、まあね4時間半で到着して、まあ232でプライベート感とか、まあそういうのはねなかなか感じられないビジネスクラスではありましたけども、まあ料金がねやっぱ結構安かったんでね、確かこれはこれでお得なんじゃないかなと思います。まあ大阪香港だと割安感はないのかもしれませんけれども、まあどこか経由する、まあ、香港を経由してどこかに、今回の私のようにですねの場合は結構お得感があるんじゃないかなと思います。はい。では、香港の空港に到着しまして、今からラウンジに向かうんですけども、まあねキャセイは本拠地ですから、空港にね3つ、ラウンジがあります。ザ・デッキ、ザ・ピア、ザ・ウィングっていうねその3つありますけれども、ビジネスクラスラウンジですねありますけれども、まあ福岡に帰る時に、まあ、このザ・ウィング行こうと思ったらシャワーがなくて行けなかったんで、ザ・デッキっていうのを利用したんですね。シャワー浴びたりして、まあ、それはまあ前回の動画見ていただけると、まあ、ちょいちょいと載せてますけども、で、まあ、今回はじゃあザ・ウィング、まあ、違うとこ行こうと思ってザ・ウィングを、目指して今入場しましたけれどもね、まあザ・ウィング
人が多かったですね。そこそこね広いラウンジではあるんですよ。今こう映してるこの奥にもねフードコーナーとかがあるのでそこそこ広いんですけど、なかなかの混雑具合でしたね、この日ね。こう食べ物をこう映したりとか、あんまりねザ・デッキ行った時も思ったんですけど、あんまりねそのフードの種類は多くはないですね。本拠地にしてはですね、本拠地にしてはあんまり多くない。ただヌードルバーは必ずあるっていうね感じではありますけども、これ一番奥の部屋なんですけど、でこちらに行くとねどちらかというとお酒というよりもカフェですねのブースになってるような感じですね。はい。でこれが、香港ヤム茶ですよね。こんな風に、中華系がメインにはなってるんですけど、そうですね、そんなになんかこう食欲をそそるようなメニューは正直なかったかなというふうに思います。で、奥の方に来ちゃうと酒のバーカウンターがちょっと遠いんですね。遠いので、それもちょっと不便かなというふうに感じました。これが、ザ・ウィングのヌードルバーですね。ヌードルバーはね多分どこのラウンジ行っても同じものを提供してるんじゃないかなと思います。で僕が取ってきたのがなんかこう鶏の中華丼にできそうなやつ、こういう食べ方じゃないかもしれませんが、にできそうなやつと、空心菜と、水餃子1個みたいな感じでした。そうですね、なんかこう、ちょっと自分なりにアレンジして、うまく美味しく食べれたらいいなみたいな感じで今いただいておりますが、味はね本当中華丼に近いというような感じでしたが、で続いてね4時間ぐらい乗り継ぎ時間あったのでザ・ピアも行っちゃおうかなと思って来てみました。ザ・ピアね来ましたけども、正直言いますと僕の個人的な感想ですが、3つある、香港の空港の、キャセイのラウンジの中でザ・ピアが一番いいと思います。はい、充実してますね、ザ・ピアが。広さ、シーティングエリアもそうだし、あと飲み物、あとフード、ドリンク、フード、シーティングエリアに関してはもうザ・ピアがちょっと飛び抜けてます。ザ・ウィングだ、ザ・デッキだっていうのは、フードが少ないっていうのと、中華系がメインなんですね。でもこうザ・ピアは洋食もかなり揃ってます。ピザだなんだみたいなのも揃ってますし、もちろん中華もあります、ヌードルバーもありますっていうことで、このザ・ピアも結構な人の数だったんですよね。夜なので結構人がいっぱいいましたけども、ラウンジ自体がすごく広いので、なんかこうザ・ウィングみたいなすんげえごちゃついてんなっていうのはあんまなかったかなと。日によるかもしれませんけども、あんま感じなかったですね。とにかくここはザ・ピアは充実してるなと思いました。ちゃんとバーカウンターもこのようにありますしね、ピザとかもその場で焼いたりしてますし、なんかすごく充実してて、なんかもう最初からここ来とけばよかったかなっていうふうには思っちゃいましたけどね。で僕がねちょっとお腹が全然空いてなかったので、とりあえずなんか移すかと思って、マッシュルームスープだけちょっと飲んでおりますけどもね。はい、3つあるうちどこかいいのかなとか、キャセイのラウンジですね、思ってらっしゃる方は僕はザ・ピアをおすすめしようかなというふうに思っておりますけどね。はい、では香港からシンガポール行きの搭乗の時間になりましたね。CX659 便ですね。はい。でこれは夜中発の朝着というやつですね。はい。
飛行時間だいたい4時間ぐらいかな、4時間ぐらいなんですけども、どちらかというとね、シンガポールと香港って、どちらも金融都市だし、似たような経済というか経済の成り立ちが似たような感じかなと思うんですけど、シンガポールとキャセイが一生懸命飛行機飛ばしてるような感じでね、サービスも結構お互い意識しながら向上してるんじゃないかなというふうに僕は捉えてはいるんですけども、なかなか、キャセイのビジネスにね今回は乗ることができましたけども、この香港出発のシンガポール、どんな感じかということで、香港までは行きもご案内しましたけども、リーヘリンボーンですね、どちらかというとじゃなくて、座席は121の、ヘリングボーン式ということで、変わらないです、行きと。で、前回もご説明したんですけど、結構どちらかというと年季の入った、年季が入ったっていうんじゃないですかね、その最新ではないっていう意味ですね。そこそこもう何回も乗ってらっしゃる方もいるんじゃないですかね。このスペックっていうのは乗ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、結構ね、新しいビジネスクラスキャセイ出ないのかななんて思っちゃったりもしますけど、では、離陸の時間になりましたので、香港を出発したいと思います。してもうすぐですけども、夜中発なのでがっつり機内食出てきましたね。前菜アピタイザーみたいなのはなかったですけども、この、チキンを選んでがっつりと来ましたね。夜食にしてはちょっと多いんじゃないかな感じで、チキン選びましたけど、これは本当見たまんま美味しくいただきましたね。ベース、洋食ですけども、鶏もね、鶏胸肉ですけども、美味しくいただいて、で、この付け合わせのほうれん草ですとかも、うなぎ美味しかったですね。塩味もちょうど良かったですね。で、全然詳しくないスイーツもとりあえず食べようということで、なんでしょうね、このババロアみたいな感じのムースみたいな感じのね、いちごの味がするやつでした。これはこれでそんなに甘くもなくというような感じで美味しくいただいて、でもう食べた後はちょこっと寝たらもうすぐにこんな感じですよ。もうチャンギですみたいな感じでしたけどね。またババッとね、もう夜中便だったのでどうしてもちょっと眠くて寝る時間が多くなっちゃいましたけど、機内食そこそこ美味しくいただいて、でラウンジは先ほども言ったようにザ・ピアを利用すると、キャセイのビジネスクラスもいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、もう座席がなんて言うんでしょう、古くなってたりとか、ちょっとそういうのは否めませんけれども、この関空から、シンガポールに関しては、コスパは非常に高いんじゃないかなというふうに感じましたね。ちょっとザザッとねした紹介にはなっちゃいましたけども、どうでしょうね、キャセイももうすぐ新しいねビジネスクラスが出るかもしれないのでね、出たらまた利用したいなとも思いますね。
てなわけで今回もババッと、ねご案内させていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。またね、ビジネスクラスだなんだ乗る機会があれば動画投稿したいと思います。てなわけでご視聴誠にありがとうございました。